サスペンス、ミステリー要素のある乙女ゲーム。個人的にですね、積みゲーになりにくいカテゴリーナンバーワンだと思ってて、黒幕とか真相要素があることが多いので、やっぱ気になるじゃないですか。最後までやりきるモチベが保ちやすい、すごくね、いいカテゴリーだなと思うんですよね。なので、今から挙げる作品は全部プレイ済みの作品になります。で、私今回、ミステリーとサスペンスの違いって何だろうっていうのが浮かんだんですよ。なんとなくミステリーイコール名探偵コナンぐらいのふわっとしたニュアンスしかわかんなくて、なので私調べたんですよ。違い。ミステリーは謎解きや推理が主な魅力で、物語の終盤に真相が明らかになる。サスペンスは緊張感や恐怖感が主な魅力で、物語の途中にも危機や衝撃が起こるっていうことになってて、ミステリーは頭を使って楽しむもの、サスペンスは感情の高揚を楽しむもの。考えるのがミステリー、感情を揺さぶられるのがサスペンス。ミステリー作品といってもサスペンス要素はあると思うし、その逆もね、あると思うので、共存して一つの作品になってるんだなって私はこの文章を見て思ったんですよね。それを踏まえて、今回1ボリューム、2ショッキング度、3サスペンス、ミステリーの比率。この3つの項目に今回注目して紹介していきたいと思います。カラーマリス。今回カラーマリスを基準にこういう星とか比率を考えていきたいと思います。で、このカラーマリスの横にいるこの謎の絵文字。これは、プレイし終えた時の私の顔という感じですね。一応つけてみました。楽しそうですね。カラーマリスは日本をめちゃくちゃ脅かしてるアドニスっていうテロリスト組織がいて、そのアドニスが残酷な殺人をいろんなとこでやりまくってる、もう好き勝手してるテロリスト軍団がいるんですよ。そのアドニスを解体させるという感じのお話ですね。あとはアドニスの黒幕は誰だとか、本当に刑事物といえばカラーマリスみたいなとこありますよね。これ基準なので、ボリュームとかショッキング度は星3で、サスミス比率、これちょっと長いので略していきますね。が5対5という基準で考えていきたいと思います。ポイントとしては実際に推理探索をする要素がありますね。なんか攻略キャラから聞かれるんだよね。こういう証拠が手に入りました。怪しい人物は誰ですかとか、そういうね、質問を攻略キャラから投げかけられるので、ちゃんと正解しないとダメなんですよね。あとは探索。実際に殺害現場とかに行って、怪しいところを自分で選択して調べる。それで証拠を集めるっていう要素もちゃんとあるんですよね。で、私は結構前半ミステリー、じっくり証拠を集めて犯人を絞る。で、後半がね、もう結構犯人絞れてくるので、あとはもう、ドンパチを。ドンパチやり合う。裏切りとかね、正義とか、そういう感じで、サスペンスの色が強いかなと感じました。でね、これね、一番伝えたい。攻略サイトを見る派の人で、カラーマリストを今からやる人、マジでこれ注意です。物語終盤で、黒幕の名前を入力する場面があるんですよ。ちゃんとね、コックリさんみたいに50音順、あいうえおってバーって出て、そこを一個ずつポチポチポチって選んで、名前を入れるっていうとこがあるので、攻略サイトにその名前が載っちゃうんですよ、黒幕の名前が。そりゃそうですよね、攻略サイトだから。私はそれで無事ネタバレを踏んだ人間なんですけど。でも、踏んでも楽しかったけどね。はい、カラーマリスはこんな感じですかね。続いて刑事物まだまだいきます。こちら。サイドキックス。楽しそう。カラーマリスと同じ顔してますね。サイドキックスはめっちゃ簡単に言うと、アメリカ版カラーマリス。と私は勝手に言っているんですけど、他の作品の名前出すのどうなのって思うかもなんですけど、これが一番正直伝わりやすいかなと思います。世界観とか街並みが本当におしゃれな海外みたいな感じなんだよね。この桜田っていうね、街が舞台なんだけど、この桜田にもいろいろな悪質な事件がはびこっていて、その桜田の警察署で主人公は捜査の協力をすることになる事件解決していくという感じの内容ですね。で、ボリュームがカラーマリスに比べると星2つ。結構すぐ終わったイメージですね。で、ショッキング度。なんと星4。もう星4出ちゃった。で、これね、ちょっとね、本当は星5だったんですよ。いや、これどう説明したらいいんだろう。説明するにはネタバレを踏まないと説明できないんだよな。ダメだ、これもう編集で P 入れるしかないわ。ネタバレ食らってもいいから知りたいという人は、一応じゃあ概要欄の一番下に書いておきます。と、があって、めっちゃショックだったんですよ。
なかったら、これは星5になってたかもしれない。で、これはどっちかっていうとサスペンスが強くて、推理とか操作の要素があるかなぐらいの割合ですかね。で、なんといってもこちらで、2025年、スイッチ移植。これ嬉しいね。で、現在はビータのみ。私これびっくりしたんだけど、なんかビータってやっぱさ、1個前のゲーム機じゃないですか。だから基本的に映像とか全部古臭いと私思ってたんですよ。で、サイドキックス全然そんなことなくて、目パチとか口パクも当たり前にあるし、あとメニュー周りとかウィンドウとかも、本当にこれスイッチのゲームだよって言われても全くわかんないぐらい、多分ビータの中でもだいぶ後半に出たソフトなんだろうね。ギリビータだったみたいな。なんで私スイッチの移植聞いた時、ビータってレベル高かったし、もうなくてよくねって思ったんですけど、ちゃんと考えてましたね。文化放送エクステンドを考えてましたね。バスタフェローズのキャラとサイドキックスのキャラがね、絡む追加エピソードがあるということで、これは買わねばってなりましたね。てか、なんならさ、バスタフェ2で出てきたもんね。めっちゃびっくりした。それを聞くとね、スイッチを買う理由にはなるなって思ったので、これね、今ではもう発売が楽しみですね。で、あとはさっきも言ったけど、海外版カラマリ。バスタフェの世界観にカラマリの刑事物要素が合わさったみたいな感じですね。世界観とか、キャラクターのね、感じとか見ると、ここからバスタフェ生まれたんだなってすごい感じてね、これプレイ楽しかったですね。そして、ショッキングな真相にオーバーキルされる乙女が多発。なんかね、サイドキックスってミスリードがめっちゃうまいんですよ。それにかき乱されましたね。これね、真相を含め後半ね、特に後半がめっちゃ楽しかったですね。はい、続いてこちら。スチームプリズン。もうこれもニコニコですね。主人公が新人警察官ですごいね、正義感の強い女の子なんですけど、そんな子がある日親を殺害されて、で、しかもその殺人の罪を主人公にこう濡れ衣を着せて、もうそこから犯罪者扱いになるんですよ。で、犯罪者になると下界って言って犯罪者が暮らす街みたいなところにあるんですけど、そこに突き落とされる。殺してないのに突き落とされるんですよね。その突き落とされた先でどうやって立ち上がっていくのかという感じのお話ですね。ボリュームとショッキング度は3。まあそうね、絡まりどうなんだろう、絡まりと同じか絡まりよりちょっと少ない、どうなんだろうな、ちょっとここ微妙ですね。で、ショッキング度もまあ、3ぐらいかな。めちゃくちゃトラウマ級なね、ショッキングなことが起きましたかって言われると、まあそこは違うんだけど、でもだからといって楽しくないっていうことは全然なくて、ずっとね、不穏な殺伐としたことが続くので、最後までどうなるんだろうっていう気持ちで積むことは全くなく楽しく遊べましたね。で、まあ、ミステリー要素はそんなないかな。さっきもね、画像で出てたミステリーは頭脳、サスペンスは感情を動かす。それでいくとサスペンス要素が強い作品になってますね。でね、これがね、めっちゃすごいよね、体験版がボリューミー。この間もね、体験版の実況をね、配信でやったんですけど、エルトっていうキャラクターのね、個別ルートまで体験版でできちゃうっていうね、しかもバッドエンドもあったもんね。あれ、バッドエンド出てきた時、びっくりしたよね。配信で出てくると思わなかったもん。ヤンデレキャラがいるんですけど、そいつがね、場をかき乱すっていうバッドエンドがあったんですけど、まさか体験版でそこまで見せてくれるんですかってね、あれご褒美でしかなかった。そして始まってすぐ親殺害される。もうね、本当にこういう始まりが大好き。定番っちゃ定番なんですけど、やっぱ楽しい。こういうね、マイナスからのスタートで、どんどんね、のし上がっていくという感じのお話が私は好きなので、すごく引き込まれる始まりでしたね。で、これもね、スチームプリズンのめっちゃいいとこだなって思うんですけど、みんなさ、ゲームしててこういう現象ないですか？なんかこのキャラって、アニメとかゲームで見た〇〇のキャラに似てるな、みたいな、そういうことを感じる瞬間ってないですか？スチームプリズンはこの現象起きなくて、ゲーム内での個性も確立してるし、他作品のキャラクターでも被ってないんですよ、個性が。なんかね、本当に一癖も二癖もあるキャラクターがめっちゃいて、で、ちゃんと魅力的なんですよね。キャラクターのね、個性の確率で言うと、乙女ゲームの中でもトップクラスじゃないかなと思う。バスタフェローズ。なんか絵文字が追加されてますね。顎にこう手を当ててる。こういう感情になりました、私は。バスタフェはあれですね。
主人公が時間を遡るっていう能力を持っている子で、そんな能力持ちの子が殺人現場に居合わせるんですよね。主人公はね、正義感の強いね、本当にいい子なんで、助けてあげるんですよ。時間を遡る能力を使って、殺されてるのが攻略キャラなんだけど、助けてあげて、そっから誰が攻略キャラを殺したのかとか、助けたことをきっかけに一緒に犯人を探すという感じのとこから攻略キャラたちと関わっていくといったお話ですね。で、ボリュームで言うと、3なんだけど、カラーマリスよりは短いかもしれない。で、これさ、星がさ、半分塗るってことができないので、ここに 2.5 って書いてんだけど、2.5 から3いかないぐらいかな。ショッキング度で言うと3。で、あとはサスミス比率でいくと91じゃないかな。公式のね、プライムサスペンスって売ってるしね、キャッチコピー。で、バスター・エラウズもね、体験版がボリューミーなのがめっちゃいいですよね。チャプター1までまるっと1時間くらい遊びますよね、確か。でね、これ私バスタフェのめっちゃ好きなとこなんですけど、ナレーションとかアイキャッチを使った飽きさせない工夫ね、チャプターのね、分かれ目をしっかり作ってて、すごくいいなって思いました。で、これもね、バスタフェの特徴だと思うんですけど、バスタフェって結構さ、名言多くないですか？キャラクターがどういう考えを持ってるとか、時にはね、人間臭い発言もあるし、そういうのが相まって名言みたいな感じで、こういう思考がねブレてないなってすごい思うんですよね。多分ここね、シナリオ作った方、時間とか熱量を注いだんだろうなって私勝手に思ってんだけど。で、あとはこれもサイドキックス同様、ショッキング真相にオーバーキルされる求めたはず。ありましたね。バスタフェもそう言われてますね。でも今回私星3つなんですけど、平均的。でもこれちょっと私にも原因があって、口コミを調べすぎたんですよ、バスタフェに関しては。早く家帰ってゲームしたいけど、できないって瞬間あるじゃないですか。仕事があったりとか、用事があったりとか、もう早く帰ってゲームしたいのに、みたいな瞬間あるじゃないですか。そういう時私ずっと、バスタフェのネタバレなし感想とか、Amazon の口コミとかをめっちゃ見たんですよ。で、そこにやっぱ真相がやばいみたいなことをもうめっちゃ書いてあって、それで期待値のパラメーターがもうギュイーン上がって、こうなっちゃいました。これちょっと半分私悪いですね。はい、続いてこちら、デスペラドロップス。これは D3 パブリッシャーから出てる作品ですね。これボリュームどうなんだろう？私実況しながらやったから、めっちゃボリュームあるように感じるんだよね。感じたんですよ。実際どうなんだろうね。これもし分かる方いたら教えてほしいですね。カラーマリスを星3だとしたら、これも3でいいのかな？で、比率もこんな感じになってますね。で、お話は、冤罪を着せられて、逃亡生活を余儀なくされるというね、めっちゃ尖ったシナリオなんですけど、設定が最高ですよね。始まりが護送車の中だもんね。で、この、一緒に逃走生活をするのが攻略キャラたちなんだけど、だいぶね、顔面偏差値の高い犯罪者の逃亡生活が送れるという感じですね。デスペラもね、キャラクターが個性的だったね。ちゃんと住み分けできてる。一人一人当てると、王道っちゃ王道なんですけどね。クールな堅物、甘い言葉を言う女好きのキャラ、でも本当は心に何か抱えてるとか、王道っちゃ王道なんですけど、でもちゃんとキャラクターの個性は被ってなくて、住み分けができてるのがいいとこでしたね。あと、軽めの作業があります。防犯カメラをハッキングして、カメラの映像をこうスマホで見るんですよ。6個ぐらいバーってあって、その映像を見ながら、今、この画面に警備員いないから行ってみたいな感じでこう指示を飛ばすんですよ。メンバーに。この指示を飛ばして、屋敷に侵入したり、盗みを働いたりするっていう作業があるんですけど、もうこれでも時間制限もないからじっくり悩むこともできるし、攻略サイトとか見ればもうめっちゃ簡単なんじゃないかな。ファンタジー要素がない現実的なお話ですね。まずこちらブラッキッシュハウス。なんかすごい体調悪そうですね。ボリュームに関してはこちら。なんと、今回紹介する作品の中で圧倒的にボリュームが多いです。もうボリュームカンストしてます。そしてショッキング度。星 4.5 出た。そして、サスペンスミステリー比率で言うと8対2という比率になっております。で、ブラッキッシュハウスは芸能人同士の恋愛を描いたやつで、
登場するキャラクターは、主人公を含めて全員芸能人なんですよ。で、主人公も女優の卵として事務所に所属しているんですけど、ある日、事務所から呼び出しを食らって、社長室に呼ばれるんですけど、で、社長室に入ると、社長以外にも人がめっちゃブワーっていて、これ全部攻略キャラなんですけど、どうやらこの攻略キャラたちも社長に呼び出しを食らってきたっていう感じなんですよ。で、みんな頭にハテナが浮かんでて、なんだこの状況みたいな。そこで社長からの命令が下るんですけど、お前らは正確に難がありすぎる。で、お叱りを食らいます。気分屋だとか、女遊びがやばいとか、俺様すぎて人の言うこと聞かないとか、そういうね、欠点を抱えた人たちがどうやら社長室に集められたという感じなんですよ。お前らの欠点には事務所の手を焼いてんだって言って怒られて、強制プログラムにお前らを参加させるって言われて、この強制プログラムっていうのが一つのね、でっかい屋敷みたいな、アパートって言うんですけど、本当に屋敷みたいな感じなんですけど、そこに共同生活をして人間性を叩き直せって言われるんですよね。で、そこから共同生活が始まるという感じのお話になってますね。ここだけ見るとサスペンス要素全くないんですけど、おいおい、海老原、紹介する作品間違えてんじゃねえのって思ったあなた、違うんです。私もね、そんな要素は全くないと思ったんですけど、今回比率を見ると、なんと、サスペンス8。なんで、ちょっと正確に難のある芸能人同士が生活するだけで、なんでサスペンス起きんの？そう思う気持ちはね、何も間違ってないです。でも起きちゃうんですよ。なんかね、話を進めていくと、サスペンス起きちゃうんですよ。もう、詳しくはちょっと感想動画を見てください。で、それにハマりすぎて私は寝不足からの体調不良になりました。この顔ですね。で、これね、星 4.5、もう 4でもいいかなには理由があって、サスミス要素がないキャラもいるんですよ。少女漫画みたいな王道なラブコメというキャラクターもいるので、そういう意味で、この数字になりましたね。で、私これね、もう何回も言ってるんですけど、トラウマ級のスチルがあるんですよ。うん、乙女ゲームで見たスチルでトップクラス、もしかしたら1位かもしれない。うん、初見のあのショックさは忘れられないですね。てか、なんならこのスチルだけでこの数字叩き出してるって言っても過言ではない。続いてこちら、蝶の毒、花の鎖ですね。この絵文字もなんかちょっと微熱があんのかな？昼ドラみたいな感じだね。主人公はお金持ちの家に生まれた令嬢なんですけど、令嬢ならではの立ち位置で発生するような恋愛を繰り広げていくという感じですね。例えば、雇っている召使いとか、あとはお金持ちはやっぱお金持ち同士と交流があるので、その過程で出会う攻略キャラとか、そんな感じですかね。大まかな設定をめちゃくちゃ凝ってるっていうよりは、ドロドロさとか、サスペンス要素とか、そっちに力を振ってるという感じですね。ボリュームに関しては、すぐね、プレイし終えたって印象はありますね。で、今回、ショッキング度カンストきたーマジでもう、これを超えるのないわ。真相を見た時の、ショッキング度が本当に脳破壊されました。でもこれは、もともとは PC の18禁ゲームっていうのもあるので、そこのね、表現の自由さもあるんだけど、真相がね、ショックでしたね。はい、そして聴読をおすすめする人の9割は真島推しだと思ってる。これ私が勝手に思ってるだけです。攻略キャラの半分以上は激ヤバ性癖。性癖ってね、足フェチとかそういうレベルじゃなくて、ガチの性行為で発生する性癖ですね。なのでこの激ヤバ性癖を持ってるキャラを推しにしてしまうと、びっくりする可能性が高いですね。ここがね、移植したスイッチ版だと大丈夫だと思うんですけど、PC 版だとね、マジでびっくりする。気になる方は感想動画もあるので、ぜひ見てみてください。で、これはですね、なんで、こことね、絵文字が違うかと言いますと、後半がもうえげつなく面白くて、超ハマったんですけど、ここにもある通り、ストーリーは短いんですよね。なので純粋に体調不良は回避することができました。本当にね、このぐらいのレベルで済みましたね。これも長かったら完全にこれになってました。続いて、サスペンス系の中でもダークファンタジーの作品ですね。こちら、アムネシア。ボリュームはこれぐらい、もしかしたら3切るかも。3よりの2という感じですね。ショッキング度は3。
で、サスミス比率は8対2になってますね。まず主人公が記憶喪失なんですよね。そこから始まるんですけど、記憶にはないんだけど、俺は君の彼氏だよって名乗る謎の男、かっこイケメンがいるんですけど、でも主人公は記憶ないんですよ。ってなると怪しいじゃん。こいつ本当に彼氏か彼氏を名乗った別の何かじゃないのかってなったりもするんだけど、その男性と協力して記憶を取り戻す感じのお話なんですよね。で、ここだけ聞くとそんなファンタジー要素強くないんだけど、記憶をなくした理由がめっちゃファンタジーで、なんかね、精神の世界みたいなやつがあって、そこで主人公の精神と精霊の精神みたいのが事故るんですよ。ボーンって事故って、その事故った衝撃で、精霊が主人公の精神の中にボンって入っちゃうんですよ。物理的にさ、これくらい精神のキャパがあるとしたら、そこの一部を精霊に乗っ取られちゃうわけで、記憶喪失になってるという感じの設定なんですよね。そこがね、すごいファンタジー要素なんですけど、主人公がね、すごい無個性なんですよね。理不尽なことが起きても、なんか流されちゃうみたいな。そこにその精霊がね、ツッコミをしてくれるんですよね。なんか、精霊がもう取り付いてるみたいな状態になってるので、主人公と精霊は常に一緒なんですよ。なので、精霊と会話もできるんだけど、その精霊がめっちゃ突っ込んでくれるんですよね。いやいや、今のおかしいでしょって突っ込んでくれることで、軌道修正できて、話が成立するみたいな感じになってるんですよね。だからすごいこれ、おしゃべりなね、愛嬌のある可愛い子なんですよ。今回ね、この要素でショッキング度星3になってるという感じなんですけど、病院と屋上、ここでね、起きたとあることが私は結構怖かったですね。ホラーでした。これだけでいくと4いってもいいかもしれない。で、あとはカラーマリスでロス起きてる人の終着駅だと思ってる。カラーマリスやった後に、もうちょっと花村舞先生の絵で乙女ゲームしたいなってなって、アムネシアに行きましたね。はい、続いてこちら、花合わせ。はい、これもゲロゲロゲロッピー。体調悪いですね。めっちゃ簡単に言うと、能力バトルダークファンタジー学園ものという感じですね。設定もね、結構緻密で、専門用語もめっちゃ出てくるんで、これ以上話すと長くなっちゃうんで、はしょるんですけど、気になる方は、感想動画を見ていただけたらと思います。ボリュームとショッキング度がこちら44ですね。で、サスミス比率8対2。なんか、今喋った感じ、7-3でもいいかもしれない。で、これも、あまりすぎて寝不足、体調不良になりました。これね、しんどかったけど、やっぱでも楽しかった。体はしんどかったんだけどね、心はすごい満たされてました。で、伏線回収、メリハリのあるシナリオ、テンポの良さは、もう私的ナンバーワンですね。特に伏線回収に関しては、右に出る作品はないなって、今んとこ思ってるかな。伏線回収、考察とかもね。そして絵柄などで食わず嫌いしている人は損してる。やって合わなかったは全然もうしゃあないで終わるんだけど、絵柄で踏みとどまってる人いませんか？その気持ちもすごくわかります。私もね、そっち側の人間だったので、元そっち側、もう今は OG なんですけど、そっち側の気持ちもすごくわかります。もしね、食わず嫌いしてる人がいるなら、やってみてほしいですね。で、あとは少年漫画もたしなむ乙女ゲーマーにおすすめ。ここですね。伏線回収、考察。多分ね、少年漫画読む人は、そういうのが好きな方が多いと思うので、おすすめできますね。ちなみに私は進撃の巨人が大好きです。本当にね、進撃の伏線回収は、少年漫画でもトップクラスだなってすごい思うので、あとあれもナンバーワンだな。一番考察に時間かかりましたね。考察ってか、物語を理解するのにめっちゃ時間かかりました。私がアホなだけかもしれないけど。でもその時間も楽しいんですよ。なんかね、解説してるブログとかを頑張って探して、やっぱ乙女ゲームだからないんですよ。解説してるとこが本当になくて。でもその中頑張って探して情報を私なりに理解するっていうね、時間はね、しんどかったけどでも楽しかったですね。思い入れがめっちゃあります。はい、続いてこちら、終焉のビル州。また新しい表情をしてますね。アルペシエールっていう小さな島国が舞台になってて、ほんと普通のね、島なんですよ。でも、なんか違和感があって、この島って老人がいないんですよね。子供と若者しかいない。よくよく見るとね、不気味な島なんですよね。で、これなんで老人がいないかというと、アルペシエールでは23歳以上は絶対に生きることができない。絶対ですよ。しかも23って一番楽しい時期じゃんって思うんですけどね。23歳。マックスですよ。
マックス23歳なんですよ。めちゃめちゃ短いんですよね。で、これを人々は呪いと言っていて、呪われた悪にそれがアルペシエルという感じのお話なんですよね。なんで23までしか生きれないの？呪いってなんだみたいな感じになると思うんですけど、それがね、読み進めていくうちにどんどん紐解かれていくという感じのお話ですね。ボリュームってこれ、4ぐらいなのかな？絡まりを基準で。結構前にあったからあんま覚えてないんだよな。仕事している状態の人で、空き時間を全部ぶち込む。平日の夜とか、休日はもう全部やって、1週間ぐらいで終わるぐらいのボリュームだったかな。ショッキング度はこれくらい、サスミス比率9対1ですかね。10-0でもいいかもしれんな。で、これがね、仕事中ずっと私はシュービルのことを考えてましたね。本当に、この期間働いた記憶がない。もう仕事中もずっと考えてたから、ずっと心はアルペシエールにいたんで。で、オートメイト作品の中で真相がね、一番好きですね。真相を見て、あ、そういうことなんだ。シュービルね、呪いがテーマのゲームなんで、呪いってそういうことなんだ。ってなりましたね。あとね、これ私的結構ポイント高くて、見た目がタイプじゃないキャラなのに、楽しめた。見た目がタイプじゃないキャラってマイナスから始まるじゃないですか。のし上がるためにはそれ以外のところで補わないといけないと思うんですけど、シュービルはまさにそれでしたね。見た目はタイプじゃなかったんだけど、キャラクターと絡んだら魅力的だったっていうのもあるんだけど、シナリオが面白かったっていうのが一番でかいかな。そう、この顔はね、仕事中ずっとシュービルのことを考えてる私ですね。はい、続いてこちら、セブンスカーレット。ボリュームとショッキング度はこれくらいで、サスミス比率も91ですかね。うん。これも10-0でもいいかもしれない。でもこれね、セブンスカーレットはね、設定がとにかく好きすぎた。お兄ちゃんが行方不明になるんですよ。兄が行方不明になる前に最後に訪れた村があるんですけど、消えた兄の手がかりを探すために、その村に行く。というところから始まるんですよ。もう始まりからホラー要素強くて、もうワクワクしながら遊んでた記憶が今でもありますね。で、そこにね、オープニングムービーが、もうね、実写ですかみたいな感じで、ホラーの世界観とマッチしてるオープニングなんですよね。私、セブンスカーレットのオープニング超好きなんだよね。歌も映像も。で、あとはね、真相を追っていく過程もね、楽しかったですね。でも個人的には、真相の過程を追っていくときは、これだったんですよ。幽霊は出ないんですけど、乙女ゲームの中で、ホラーっぽい雰囲気が結構ある作品だったので、楽しく遊んでたんですけど、真相がね、ちょっと私的、って感じだったので、この顔に着地しました。で、あとは、ちょいジャンプスケアありますね。私これさ、でっかい画面につないでやってたんですけど、マジで最初、しっこちびるかと思った。ビータのさ、ちっちゃい画面だったらそんなにビビらないと思うんだけど、テレビとかでっかい画面でやるときは、普通にビビりました、これ。そして番外編。ニルアドミラリの天秤。で、ニルアドは、まず始まってすぐ、弟が、自ら命を絶っちゃうんですよ。で、その亡くなった弟の手には、本が握られていたんですよね。古い本が。で、その本がきっかけで物語が始まるんですけど、で、このニルアドの世界には、帝国図書情報資産管理局というね、本の警察がいるんですよ。で、それ通称フクロウって言うんだけど、命を絶った弟が手に本を持っていたという理由で、主人公の家にフクロウが来るんですよ。で、そのフクロウが攻略キャラなんですけど、こっからね、ちょっとファンタジー要素が絡んでくるんだけど、どうやら弟はこの手に持っている本に取り憑かれるみたいな感じで、それがきっかけで命を絶ったんじゃないか、という感じで話が進むんですよね。弟きっかけで色々あって、主人公もフクロウに所属することになって、で、他にもこういった事件って起きてるんですよ。人間が本に取り憑かれて、なんか暴走して人を殺したり、自分も死んだりとか、そういう事件がいろんなとこで起きるから、フクロウのメンバー、攻略キャラたちと協力して、同じ組織だからね、事件解決の捜査をするみたいな感じのお話ですね。これ本当はね、ダークファンタジーのカテゴリーに入るんですけど、なんで番外編かと言いますと、このゲーム私積んでるんですよ。でもちょっと待って、言い訳させてください。ニルアドに全く非はなくて、本当にやってる途中で、なんか忙しくなっちゃったんですよ、日常が。私の日常が。それで、だんだんやる時間がなくなって、フェードアウトしちゃったっていう感じなんですよ。
全然またこれはやる予定ですね。でも、もう時間が経っちゃってるんで、積んだあの日から。また最初からやらなきゃいけないんだよね。一応、前回やってた時も、8割、9割ぐらいまでは終わってたんですよ。本当に後半だったんですけど、積んじゃったので、またいつか再開したいと思います。で、今回ニラードはキャラデザナンバー1だと思います。本当にね、いい男揃いですよね。てかさ、里井先生のイラストって、万人に愛されるイラストだよね。里井さんの絵嫌いなやつとか、いるのかな？いたらマジビビるんだけど。万人受けする、ちゃんとね、里井ワールドもあるじゃないですか。色素の薄い儚げな男の子っていうね。ワールドも確立してるし、本当に里井先生のイラストはイケメンが多いんだよな。で、あとね、一個ね、あげるとしたら、犯人がわかりやすすぎる。これは、まあ。これが全てではないですからね。これを加味しても楽しくプレイしてた記憶がありますね。で、あとは、オランピアスワレでロス起きた人の終着駅。はい、終電はこちら。という感じで行き着いた人もいるんじゃないでしょうか。私もその一人なんですけど、里井先生のイラストもっと見たいじゃん。里井先生のイラストでもっと乙女ゲームしたいじゃん。あとは、リバソンとかアバソンっていう選択肢もありますけどね。あれもね、里井先生の儚げなね、透明感のある男子が出てくるのでね。はい、という感じの内容になっております。いかがだったでしょうか？いや、ちょっと話しててやりたくなったな。今結構、ニルアドモチベが上がってますね。これを機にやろうかな。なんかさ、一個言い訳していいですか？私、漫画をそれなりに読むんで、ショッキングな要素のある漫画が好きなんですよ。最近で言うと、墨濁りとか、本当にゲテモノ漫画があるんですけど、体勢が結構あるので、っていう言い訳をさせてください。ちなみに墨濁りはイケメンとか全く出ないので、本当にただただ話がやばいっていうだけなので、でもめっちゃ面白いんですよ。アメトーークでも紹介されてる漫画なんですけど、もう読んじゃうんですよね、ああいうの。